バルセロナの第一ターミナルに到着。もうしっかりつながってます。さすがバルセロナ空港。他のマドリッドとサンセバスチャンと比べると圧倒的に人も多いし、お店も近代的。手荷物の受け取り所を抜けて、今度は市内行きの空港バスがあるみたいなんで、そちらに向かいます。多分このエスカレーターとか下の方で合ってると思うけどな。市内行きのバスはこの標識で合ってるのかな。出口を出てタクシー乗り場の方に向かっていくと、おそらくこれだと思いますけどね。片道と往復があって、往復の方が安いみたいだから往復の方を買います。11.65 ユーロ。クレカ払いだから真ん中のこちらのマーク、レシートみたいな件で無事に購入できました。自販機で買ってもいいけど、あのお姉さんのところでもクレカ払いで買えるみたい。ヨーロッパのバスは全体的に広めです。なんと空港行きのバスには背もたれの後ろに USB が充電ついてます。空港から2駅ほどでグランビアっていう通りなのかな、コントボーレルっていうバス停で1回降ります。初めてバルセロナの街に降り立ちましたけど、東京みたいにかなり巨大都市っぽい感じの作りです。車も超多いですね。乗り換えのバス停に到着。こちらのバスに乗ってホテルに向かいます。1人 2.4 ユーロでした。サンタロ駅にバス停に到着。 AC ホテルマリオットバイイルラです。腹減ったんで飯食いに行きます。トマト風のリゾットいただきました。トマトとアンチョビ、それと香草の風味が入って美味しいわ。これもリゾットという名のお米が食べれて嬉しいですね。やっぱり9993歩 6.56 キロでした。バルセロナ2日目の朝です。今日は市内観光でちょっとバスとか頻繁に乗りながら移動していきたいと思います。これからバスに乗ってグエル公園方面に行きたいと思います。グエル公園の近くのバス停に到着しました。グエル公園までの道は結構坂道です。やっと着きました。グエル公園の前ですね。グエル公園のチケット売り場は正面の入り口から奥に入ったところの一番突き当たりのところの右側がビジターの並ぶ場所ですね。左側の列がチケット持ってる人、右側の列がチケットを持ってない人の当日券ですね。チケット売り場でグエル公園の入場券当日で買いました。公園のチケット売り場からすぐ入った場所です。これを人工的に作ったっていうのもすごい話ですけど、素晴らしい建築。グエル公園は Wi-Fi があります。こういったベンチの一つずつの作りもすごいです。塔の装飾の上にはアロエが一つ一つ植えられてて雰囲気出してます。ここからの景色は
割と高い位置だからいい景色なのかなと思うんですけど、バルセロナ市内が一望できます。目の前にはガウディ博物館が見えます。いやー、すごいな、この作りは。見る価値非常にありますよ。これはバルセロナ来た際はグエル公園最高にいいです。いやー、グエル公園の中心部のベンチにやってきました。見てください、このタイルの装飾。グエル公園の正面のエントランスからバルセロナ市内を望んで、遠目にはサグラダ・ファミリアも見えますね。地中海も見えてます。グエル公園の展望台の下にあるパルテノン神殿のようなこういう柱の下には装飾、ガラス細工、素晴らしいですね。この天井見てください。おー、スペインらしいですね、こういうの。おー、モニュメントが素敵すぎだな。これグエル公園の象徴、カエルさんかな、これは。多くの外国人も写真撮ってます。素晴らしいモニュメント。上が展望台。ハトさんも気持ちが良さそうですね。こちらからの眺めも素晴らしいです。グエル公園。グエル公園の後はカサビセンスっていう建物がちょっと近いんで、歩いて行ってみようかな。距離にしてどうだろう、 1.5 キロあるかな。 1.5 キロぐらいか。行ってみます。バルセロナ観光は坂が結構多いので、グエル公園を支点にして下っていく方向で歩くと楽なんじゃないかなと思うんで、バスで一回こちらの方に向かってからいろいろ回るのがいいんじゃないかなと思いました。カサビセンスにやってきました。アントニ・ガウディが初期に手がけた重要な建築物の一つで、タイル工場の社長であったマヌエル・ビセンスとその家族の住居として建築されたそうです。右サイドからの角度はこんな感じ。今度はバルセロナの南の方に向かって行って、グエル邸の方から北向きに向かってカタルーニャ広場とかそっちの方を観光していきたいと思います。フォンターナ駅っていうところから L3 番の緑の線乗ってグエル邸の方に向かいたいと思います。それではバルセロナのメトロの切符を買います。英語表記に変えて 2.4 ユーロですね、1回が。それではクレカ払いをしていきます。ピンコード入れました。暗証番号ですね。チケットの方出てきました。 2.4 ユーロで1回乗れます。それでは通過していきます。出てきました。無事通過。メトロを降りてグエル邸に向かいます。出るときは何も指すものないのでそのまま出れます。メトロのリセウという駅を降りてきました。そうしたらこの通りグエル邸に向かう通りですけど、市場みたいなのいつもやってんのかな。すごい人で、皆さん昼からビールジョッキ大で飲んでる。すげえ、なんだこれ。この通りでヨーロッパらしく食事しちゃいます。何やら物乞いおじさんがずっと俺の前でずっと叩いてます。
でかいビール来ました。俺の顔ぐらいある。わかるかな。顔よりでかいなこれ。うわお疲れ。生ビッグエル1リットルいただきます。バルサミコクリームチーズのサラダとクリームが出てきた。すげえ。ムール貝とトマトソースかなこれ。パスタいただきます。ムール貝の海鮮の出汁に薄くトマトのほんのりした香り。いやー美味しかったんですけど、なんか 5% ぐらいかな、チップみたいなテラス代金かなの乗っかってたんで、今の食事でだいたい8000円ぐらいしました。結構高えなこれ。グエル邸に到着しました。イスラム建築様式とキリスト建築様式が融合スタイルの建物。なんだこの通り、人すげえなこれ。こういう裏通りに入るとこういう雰囲気のある通りに出るのがヨーロッパの魅力ですね。植栽のあるベランダの風景、すごいおしゃれな通りだよこれ。ハムのお店にやってきました。すごいなこれ。おー、こっちにはサンドしたやつがたくさん売ってますよ。サンジャウマ広場にやってきました。こちらはバルセロナのシティホールみたいです。もうヨーロッパもどこ切り取っても絵になっちゃいますから、こういう旧市街地っぽいところではだいたいおじさん演奏してます。ヨーロッパの路上ライブ半端なく多いですね。いやー素晴らしい、素晴らしい歌声だ。サンタエウラ大聖堂にやってきました。上の塔の部分の建築物すごいなこれ。大聖堂に向かってすごい眺めこれ。カタルーニャ広場の中心にやってきました。付近には鳩の数がすごいです。うわなんだこれ、鳩に襲われる。すごいこれ中心部ここ。うわスペインのバルセロナ凱旋門にやってきたぞ。すげえ奥行きだ。突き抜けるようなオレンジの凱旋門。上にはなぜか網がかかっていて、その下には多くの人々の石像がある。凱旋門を越えると果てしなく続くこの公園通り、すごいなこれ。距離すげえな。安定のスタバに来てます。やっぱりこういうところが金額的にも安定してますし、めちゃくちゃ高くないんで助かりますね。生き返るわ。いやー安定のスタバですね。やっぱりフェロキャリーズってなんかわからんけど、こういう電車乗ってみよ
なんかこの乗り物高かった。1人 4.5 ユーロだった。まあ疲れたんで乗ってこう。こちらの駅から電車乗って宿に帰ります。それではこちらの電車乗って宿に帰ります。4駅ぐらいだけど 4.5 ユーロもした。高え。宿に一旦帰ってきました。今からちょっとゆっくりしてお風呂入った後にまた市内の方に出かけていきたいと思います。ウーバー待ってたんですけど、この時間だともう全然見つからなくて、運転手捕まらなかったんで、もうちょっとしびれ切らしてバスかなんかで行こうと思います。ヨーロッパに多い五差路の交差点、こちらもありました。真ん中には巨大な塔みたいなのが、右へ曲がるとカサミラがあるはずです。もうすぐカサミラにやってきました。すごいカーブラウンドした作りは芸術としか言いようがないですね。下はレストランになっていて、上は住居のようですね。ライトアップされた時はやっぱカーブも綺麗に出て美しいですね。少し離れてみると全容がしっかりと見えます。カサミラから歩いて10分弱のところにカサバトリョという昔住宅だったところが現在博物館になっている建物ですね。カサバトリョの正面にやってきました。壁面はドラゴンか何か模したものらしいです。タイルでよく表現されてますね。天井のところ、上のところに骨らしきものが見えますけど、遠くにちょっと離れて見てみましょう。道の反対側にやってきました。屋根の上まで全容が見えるんで、こっちの方が景色がいいですね。Google マップで5500件超えの 4.5 サーバセリア・バッソ・デ・オーロっていうところかな。海の方に、港の方にあるみたいなんだけど、ちょっと一回おすすめされたんで向かってみたいと思います。混んでる時間なのか、もう全然ウーバー捕まんねえわこれ。L4 の地下鉄に乗って向かった方が早いなっていう班なんで、地下鉄乗っていきます。L4 の電車に乗ってバルセロネータという駅まで行きます。女性の運転手さんでした。今地下鉄駅に到着しました。駅を降りて交差点ちょっと渡ってくると飲食店街が多いみたいだな。ここは少し左に行くと目的の大店がありました。こちらですね。超人気店そうです。うわー、店内激混み状態です。さすが人気店。グラスで大きめのものサイズでピルセンのビール生いただきました。めっちゃ狭いところ飲んでます。なんとサーロインステーキの上にフォアグラ乗ってきました。これうまそうだ。めっちゃうめえこのフォアグラ。このフォアグラ外ちょっとパリッとしてるんだけど中とろでめちゃうめえこれ。じゃあ今度はステーキいただきますね。うまい。スペイン来て一番美味しいわこれ。フォアグラ、これちょっといただきます。見てこれ、中のレア感すごいんだよこれ。でもね、ちゃんと口の中で溶けてくからめちゃうまいこれ。フォアグラもこういう風に外側焼き目がちゃんとついてるんだけど中はふわふわでめちゃうまいよこれ。
フォアグラとサーロインステーキ一緒にいっちゃいます。店員さんたちもう死にそうに忙しいんですけど、すげえ一生懸命だからありがてえ。ししとうも付け合わせていただきました。あら、もう一回同じメニュー頼みました。フォアグラうますぎだろ。今のところ人生最高のフォアグラとサーロインステーキの組み合わせきましたよ。お肉とフォアグラいただきます。このフォアグラ、これ玉ねぎソース。このフォアグラくどくない、めっちゃうめえ。これパンにフォアグラ乗せていただいちゃいます。いやー、世界最高のフォアグラいただきました。ごちそうさまでした。本当にいやー、本当にフォアグラとステーキ美味しかった。今から宿に帰ってもう寝ます。 V の13待ちですけど、おー、ちょうど来ました。 V の13来た。信じられないことが起きました。バスが目の前通過してって、普通に遅れて出発標識出ました。ひどいなこれ、ヨーロッパ。俺帰れないじゃんこれ。次のバスまで待つわ。いやー、日本ネタの V13 来ました。もうさっきのバスふざけるなマジで。メディア漫画っていうレストランがあります。面白いね。日本人気すごいな。やっぱり車見てもトヨタ多いもんな。やっぱり無事バス降りて宿帰ります。バルセロナ2日目は 28,296 歩 18.33 キロって過去最高じゃないか。お疲れ様でした。もう寝ます。おはようございます。宿を出ました。今9時37分、10時30分からサグラダ・ファミリアの入場ができるようになりますんで、それに向かってバス乗って移動したいと思います。タワーと塔がついたと4ユーロぐらいちょっと高くなってますんですけど、こっちで十分かなと思います。サグラダ・ファミリアの近くにやってきました。人が多いんでここでしょ。うわー、すげえすげえ、見えたー。すげえだこれ。なんだこれ。ちょっと光であれですけど、すげえ。受難の塔の方は結構工事が終わってる様子です。朝10時ちょっと過ぎぐらいのサグラダ・ファミリア生誕の塔の様子、すげえ。見てください、この様子すごいでしょ。入り口付近にはゲートがたくさんあるんですけど、オンラインで撮った自分は C だと言われました。両脇にはステンドグラスの美しい作りが感動しますね。こちらが受難の塔のファサードの入り口みたいですね。サグラダ・ファミリアもトイレがちゃんとあるんでご安心ください。こういう急な階段を上がって受難のファサード上がっていきます。途中にこういう中廊下みたいなのがあって、受難の塔のファサードの柄がよく見えます。すげえ。目の前にあるバルセロナ市内一望。塔の内部はこんな感じです。
ぶどうにバナナ、そしてシャインマスカットもあります。栗とかもなんか表現してるって言ってたけどな。下見るとこんな感じ。上を見ると左を見ても受難の塔の中腹のところがずっと見学できます。こちらの塔で鐘が鳴ってますね。内部はまだちょっと工事が終わってない模様で、中腹の十字架が目の前で見えます。途中こういう螺旋階段を降りていきます。すごい急角度、とてつもなくそこが見えない。階段裏もこんな感じ。入り口の扉にあるこちらの模様は日本の彫刻作家さんがこちらにお勤めだそうで、これを作品としていくつかサグラダ・ファミリアにも残しているそうです。外尾さんという方ですね。生誕のファサードは本当美しい。この中腹の木の部分が俺は好きだな。木と鳥が止まってるここの真ん中のところ。バーガーキングに昼は入りました。ベジタリアンの肉2つダブルね。俺の顔ぐらいあるなこれ。ピクルスとレタスは多めにしてもらった。禁断のハンバーガー屋さんに入ってしまったけど、やっぱうめえわ。サグラダ・ファミリアの前にあるバーガーキングさんで食事しました。サグラダ・ファミリアからほど近いバス停に乗って34番バスに乗って宿の方に帰りたいと思います。スペインはバスの本数がすごい多いんで、地下鉄の移動もいいですけどバスでも全然いいですね。AC マリオットホテルイルラさん、無事にチェックアウトしました。今からバスに乗って空港に向かいます。じゃあ1本目のバスを降りたんで、今度は空港行きのバスに乗り換えていきます。最初にね、往復の QR のレシートをもらって 11.65 ユーロで空港で買ってから、こっからだいたい30分弱ぐらいだったと思いますけど、空港行けなかったんですけど、スペイン広場ですね。こちらが空港の第一ターミナルにバス停に到着しました。近代的な作りの建物とスタイリッシュな街並み、そしてガウディ建築の素晴らしい建築物の数々でバルセロナすごい楽しい旅でした。保安検査場から右に右折していくと VIP ラウンジがあるんで、ちょっと出発までに時間あるんでラウンジで時間潰したいと思います。ここの電光掲示板があったらすぐ目の前にあるエスカレーターを登っていくとラウンジがありますね。さっきまでブリュッセル行き遅れる感じだったんだけど、急にゲート A になってる。これは細かく見てないと怖いね。いやー、出発時刻が搭乗時刻でした。ウェリング航空ブリュッセル行きに乗り込んでいきましょう。シートピッチはいつも通り拳1個分、シートは3列3列の LCC。 座席指定で1600円か700円払うと窓際されるんですけど、今回も指定してないのでど真ん中です。めちゃくちゃ遅れてて、いつ飛ぶんだって隣の外人に聞かれた。そりゃ俺も知りたいわ。7
時20分に出発予定だったんですけど、今8時10分でやっと飛行機が滑走路へ動き出したところです。20時15分やっと動き出しました。極寒のブエリング航空上着着て退場してます。ベルギーザベンテム空港に到着しました。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。